はい、放課後ゼミです。今回はですね、こちらマーシャル・ローゼンバーグさんの翻訳本2冊ということで、1冊目はこちらね、NVC、人と人との関係に命を吹き込む方の審判ですね、審判になります。こちらと、それからもう1冊はこちらね、分かり合えないを超えるということでね、こちらの本ですね。今回はこの2冊をね、扱って動画を配信したんですけれども、これはね、やっぱり2冊っていうこともあるんだけれども、もう内容が濃すぎて、しかもね、僕はこれは本当に今のね、この世の中のコミュニケーションの状況を考えてみても、めちゃくちゃ大事で大切なことが書かれているなというふうに思ったんで、もう今回はですね、もうがっつり、このね、内容をお話ししたいということで、基礎編と僕の注目したポイントですね、この2つに分けて動画を作ったんですけれども、皆さんいかがでしたね、今回はね、ちょっと2本ということで、そうでなくてもね、1本が長尺で1時間を超えるというような動画になっているんですけれども、やっぱりこれはすごく大事だと思ったし、なのでこれ皆さんね、ご覧になるときはですね、今ご覧になった後かもしれませんけれども、ちょっと1時間以上だと、がっつり1回で見るっていうのがね、できないというような方であればですね、細かく区切ってね、それこそね、僕の場合だったらホワイトボードをね、何枚か使うので、なので毎日ね、ホワイトボードを1枚ね、見るというね、そういった形でコツコツ、見続けていくというね、そういった形でもいいんですけれども、そういった形でご覧いただきたいというふうに僕は思いますね。で、かつね、こちらの2冊もね、合わせてご覧いただければと思います。これめちゃくちゃいい本です。で、これね、今言ったように両方読んでほしいんですけれども、この本の読み方としては、一応少しだけ特徴がそれぞれあるなと思いまして、でまずですね、エクササイズね、今回もちょっと授業で扱いましたけれども、練習問題ですね。練習問題は一応どちらでも載ってるんですけれども、こちらのね、審判の NVC の本の方が、どちらかというと練習問題は豊富なんですよ。こちらに比べるとね。だからこちらもあることはあるんですけれども、こちらの方が細かくて、でしかもその解説がついているというような方式になってるんで、エクササイズ練習問題をやりたい方はこちらから読んだらいいかと思いますね。で、じゃあこちらはどんな人がいいかというと、こちらは柔らかいんですよ。なので、柔らかさっていう意味では、こっちは少し硬いんですよね。ちょっと硬い文面なので、どちらかというとこっちの方が読みやすいかなとは思うんですけれども、でもね、言ってもそんなに違いがあるっていうことじゃないんですけれども、若干ね、強いて言うんだったらそういう違いがあります。なので、まずね、この非暴力コミュニケーション、この NVC を体系的に理解して、そして練習して実践に生かしたい人っていうのはね、まずこちらの審判の方から読んでいただいて、で、こちらの分かり合えないの方にね、進んでもらったらいいかなと思います。で、逆にコンパクトに理解して、で、実地ですぐにトライしてみたい人ですね。そういった人はこちらの分かり合えないから読んで、そして後でね、実践をしながらこちらの NVC 審判の方を読んでいただければいいかなというふうに思います。で、今回の放課後ゼミでは、こちらの本でまだね、僕が言い足りなかった、これは大事だなというふうに思ったけども、ちょっと授業の方からはね、ちょっと省いてしまった点とかもあったんで、そういったところの補足ですね、補足を4点と、あとはこの本ね、この2冊を読んで僕が感じたこと、考えたことね、これを今回は5点お話ししようと思います。はい。ということでね、早速いきますけれども、まずはですね、補足からいきましょう。補足の1点目ですね。1点目は、教養の思考あるあるということで、これはですね、どういうことかというと、これ授業でもやりましたよね。リクエストお願いをするのが強要に変わってしまうっていう話が出てきたと思うんですけれども、そのね、強要するっていうことの思考ですよね。その時の思考あるあるで、こういったことが載ってたんですよ。これね、一応ボードに書いたので、ちょっとこれを見ながらお話をしたいんですけれども、こういったことですね。例えばね、上から言うと、彼は〇〇をしなければならないとかですね、あるいは彼は〇〇するべきであるっていうね、こういった言い方とか、あるいは私は〇〇になって当然だっていうね、こういった言い方だとか、あるいは私がしたことは間違っていないというね、こういう言い方、それからあとは最後ね、私には〇〇する権利があるっていうね、大体このね、主語になってるのが私の時っていうのは、大体権利的な方なんですよね。で、相手に主語がなっている時っていうのはこの義務形ですよね。お前はこうしなきゃいけないんだとか、お前はこうすべきだっていうね。で、私はこうやって当然だとか、私は間違ってない。私にはこういう権利があるというね。
だから自分は権利で相手は義務っていう、こういった発言ね、こういった発言は教養の思考あるあるなんですよ。で、これ何やってるかっていうと、相手がこちらの要求に応えてくれない時に相手を裁いてしまう時の言葉なんですよ。だからこれ全部自分を正当化するための言葉なんですね。なのでこれ全部正当化なんで、ちょっとその正当化っていうのをちょっと、付け加えておきましょう。これね、本当にね、これ大体やってると思うんですよね。これってね、すべて正当化ね。これすべて正当化です。もう本当にこれがね、極まってるなと思うんですけれども、はい。すべて正当化ね。だから自分をいかに正当化するためっていうことで、そちらの、いわゆるこれ暴力的なコミュニケーションの言葉なんだけれども、こういった暴力的なコミュニケーションの言葉を私たちは発展させてきたわけですね。なので、ボキャブラリー的にもめちゃくちゃこっちが多くて、で、そういったことで頭をいっぱいにしてるっていう状況ですね。それが今の我々の現状だということで、それは今だけじゃなくて、ずっとこの過去からのこの教育の連鎖ね、これがあるわけですよね。そうだからなかなかここからね、どういうふうに脱却していいかっていうことが難しいってことがあるんだけれども、そこで一つね、やっぱり僕は希望の光だと思うのはこのね、非暴力コミュニケーションだと思うんですよ。そうなのでね、こういったことの理解もやっぱり大事なんですよね。私たちはね、なんでかというと、これ大体使ってるでしょ。大体使うんですよ、これを。そうで、これでね、さらにね、押さえておきたいことはね、注意しなきゃいけないことは、リクエストに応じさせることに固執しているなっていうふうに相手が感じた瞬間に、そのリクエストっていうのは強要に変化するということなんですよ。だから自分のお願いを何回も言ってる人ね、ずっとお願いみたいなことを言ってるのはもうそれ自体で強要ですからね。そう何にも相手の感じていることだとか必要としていることを理解する姿勢はないし、自分がこういうことを必要としていると、自分がこういうふうなことを感じているっていうリクエストね、このやり取りがないですからね。だからそういったことをやってるコミュニケーションだと、こういった言葉っていうのはもう必然的に自然に出てきていると思いますよね。はい、ということでね、教養の思考あるあるね、こういったね、自分を正当化する言葉ね、これには気をつけたいところだと思います。はい、ということでね、これが補足の1点目になります。で、次ですね、補足の2点目はですね、力を懲罰的に使う時の背後にある考えということで、これはですね、肉体的な攻撃と心理的な攻撃っていうのは、これはどちらでも当てはまるんですけれども、懲罰的に使う時っていうのは、悪い人だから罪を犯すっていう考え方がまず根底にあるってことね。これを押さえておきたいと思います。つまりね、悪い人だから罪を犯すっていうことは、もう悪い人っていうことを前提としてますよね。つまり悪い人といい人っていうような、この人を二分で2つで分けて捉えるっていうことがもう前提としてあるってことなんですよ。だからこれは根底に二項対立が埋め込まれているっていうことなんですね。なのでまずここを理解しておくことね。で、その上でこの懲罰的な力、これ暴力なんだけれども、この肉体的心理的な攻撃暴力の目的は何かっていうと、まず一つは間違いに気づくまでたっぷり苦しめるってことね。相手が間違いに気づくまでたっぷり苦しめて、そして2つ目、後悔させるってこと。後悔させて、そして3つ目、変わらせるってことね。相手を変わらせることね。これなんですよ。これがこの懲罰的な力の行使の目的になってるわけですね。だからこれ例えばですね、子供が言うことを聞かないということで、特に親御さんがですね、子供のことをピシャリと叩くっていうことはありますよね。本当はあっちゃいけないんだけれどもありますよね。で、この親が子供をピシャリって叩くときに何を言うかっていうと、例えばね、どうしてそんなバカな真似をするの？恥ずかしいと思わないの？っていうふうに叱責するんですよね。もう叱りつけるわけです。叱責するわけですね。で、そうやって叱責された子供の中にはどういうものが生まれるかっていうと、憤りと敵意が生まれちゃうんですね。こういったものを生み出してしまうんですよ。だから結局は相手の抵抗を強化するっていうことになるだけなんですよ。だからこれ結局その子供が成長していって大人になった時に、
同じことを子供とか自分の年下ですよね。自分より年下の人に同じことをやるわけですよね。そういった形でね。だからこれが暴力的なコミュニケーションが連鎖しているということなんですね。なのでこれはですね、特殊なことではなくて、もう日常に溢れ返っていることなんで、ぜひ皆さんね、日常の自分の言動をね、振る舞いですよね。こういったところを今一度点検してほしいと思いますね。はい。ということで、これが補足の2点目になります。で、次行きましょう。補足の3点目ですね。3点目は、感情を言葉にする練習ということで、やっぱりね、僕もそうなんだけれども、これは本当学ぶとこが大きいんですよ。というのは、私たちは基本的には自分の感情とか必要としていることを相手に言葉でしっかり伝えてないんですね。全然伝えてないんですよ。なのでここはね、やっぱり僕すごく大事だと思ったんで、このお話をしたいんだけれども、で、この練習するときに何を練習するかっていうのが、これ2つあって、1つはですね、自分の感情とニーズを心の中で言葉にするということね。ニーズっていうのは必要としていることね。感情と自分の必要としていることを心の中で言葉にするんですよ。だから例えば、誰かから言われた言葉でね、自分が傷ついちゃった場合ね、これはね、もうまさに自分だと思ったんですよ。もう自分が本当にこれをやってたんですよ。誰かから言われた言葉で自分がものすごく傷つくっていうね、もうこれはね、まさに僕のことを言ってるなと思ったんだけれども、その時にですね、相手の何が悪いんだろうとか、あるいは自分のどこがいけなかったんだろうっていうことを考えるんじゃなくて、そういったことを考える代わりに、自分の感情とニーズは何だろうっていうことを考えるってことね。これを心の中でやってくださいっていうことなんですよ。自分は今どういうふうな感情を持ったんだろうとか、あるいは自分の必要としていることは何だろうっていうね、これですね。これをしっかりと心の中で自覚することですね。まずこれが一つ。で、練習する二つ目はですね、感情とニーズを伝える前に自分の中でそれを味わうということね。だから今言った心の中でそれを認識したら、それを十分に自分の中で味わうということなんですよ。だから例えば、自分には悲しみがあったんだなとか、あるいは相手から楽しい話を聞けたらどんなに自分は生き生きしただろうかっていうことを自分は思ってたんだな、もしくは必要としていたんだなっていうね、こういった形で自分で味わうことね、これなんですよ。で、こういった形で味わうことができると、痛みの後ろにニーズ、必要としていることが満たされたらどんなに素敵なことかという思いがあることを知るから、その思いから行動ができるということなんですね。だからその行動が非暴力的なコミュニケーションということになるんですよ。だからこの自覚がないといつまで経ってもですね、僕たちのコミュニケーションは暴力的なコミュニケーションの域を出ないわけですね。やっぱりそこの振り出しに戻ってきてしまうということになっちゃうんで、だからまずはこの感情を言葉にするという練習ですよね。もうこれをもう日常生活のね、いろんなコミュニケーションの中で自分で実践することですね。これが大事になると思います。はい。ということで、これがね、補足の3点目になります。で、次行きましょう。補足の4点目なんですけれども、4点目はですね、感情を解放する人間関係への3段階ということで、このね、私たちは結局はこの感情を、さっきも言いましたよね、感情を言葉にするっていうことは、これは感情を解放するっていうことなんだけれども、私たちはそれだけ感情を解放できてないんだけれども、この感情を解放する人間関係へと至る3段階ということが言われてまして、この図式が結構大事だと思ったんですよ。で、これはね、それぞれどういう段階かっていうと、第1段階ですね。ここはですね、感情面の奴隷状態というふうに言われている段階で、大体私たちはこのね、親とか教師のね、この教育ね、こういった形で暴力的なコミュニケーションをね、植え付けられるという形で感情面の奴隷状態になっていくので、この段階に大体いるんですけれども、これどういう状態かっていうと、自分以外の人の感情を優先して、そしてみんなの幸福な状態を維持するために常に自分がせっせと努力しなければならないと思い込んでいる状態なんですね。で、この状態のこの第一段階の特徴があって、その特徴は何かっていうと、相手が幸福そうに見えないときね、相手が幸せそうに見えないときには自分が責任を感じてしまって、そして何かをしなくてはならないという強迫観念に駆られるというね、こういった特徴があるんですよ。だからこの状態にいると、身近な人の存在というものがだんだん重荷に感じられてくるということなんですね。で、これが一番最初の第一段階ということね。で、ここでこの状態を築いて、そこから抜け出すっていうこの第二段階があるんですけれども、これが反抗期と呼ばれている段階なんですね。で、この段階っていうのは、
相手の気持ちに責任を負う必要はないということに気づいた段階、もしくは自分の人生をないがしろにしてきたことを自覚する段階と呼べるんですね。でそれがこの反抗期の第2段階ということになるんですよ。だからこれは言い換えると、さっき言った第1段階ね、感情面の奴隷状態に気づいた段階であるわけですね。なのでこの第2段階ではですね、だんだん怒りがこみ上げてきて反抗的なコメントをするというね、こういった状況が生まれるんですね。だから例えば感情に責任を負わせるなとかですね、それは暴力的だみたいなね、こういった言い方、それは暴力的なコミュニケーションだっていう言い方自体が暴力的なんだけれども、こういった言い方、反抗的なコメントが出てきたり、するわけですよね。だからあるいはそれはハラスメントだっていうね、それはハラスメントだっていう言葉自体がハラスメントであるというね、なので結局はこれは暴力的なコミュニケーションの域を出ていないんですけれども、この第2段階というような反抗期があるんですよね。なのでこの第2段階の反抗期っていうのは今も言いましたけれども、第1段階のね、この暴力的なコミュニケーションっていうね、これと一緒のことをやってるんですよね。結局は一緒なんですよ。でそこから本当に解放する、つまり感情面を解放していくっていうのが第3段階目なんですね。だからここが感情面の解放という段階になるんですよ。でこの段階っていうのは相手を犠牲にして自分が必要としていることを満たすことはできないっていうことを自覚する段階なんですね。なので相手の必要としていることを満たすことも自分の必要としていることを満たすことと同じくらい関心があるっていう段階なんですね。それがこの第3段階ということになるんですよ。だからやっぱり私たちはこの第1段階の感情面の奴隷状態にいる人が圧倒的に多いと思うし、でそこから抜け出したとしてもやっぱり反抗期のところにいて悶々としているみたいな状態、こういう人も結構多いと思うんですよ。だからこの第1段階と第2段階で大体もうほぼほぼの人たちがここに含まれてしまうというね、こういったことになっていると思うんで、ここはね感情面の解放ということで第3段階のところに移行するというね、そこに持っていってくれるのが非暴力コミュニケーションということになるわけですね。でここを僕が読んだ時にこれやっぱりつながるなと思ったのは、例のねこの授業で何回もお話ししてますけれども、遊佐美香子さんのメンタルモデルなんですよ。でこのメンタルモデルの考え方と結構重なるなと思ったんですね。つまり今言った3段階っていうのは遊佐さんの言葉で言うと丸1の感情面の奴隷状態が適合期の世界というふうに言われている世界で、第2段階目の反抗期ね、この反抗期が遊佐さんの言うところの直面期ということに当たると思うんですよ。でその次の3段階目ね、感情面の解放というところが遊佐さんの言うところの統合期に重なると思うんですね。なのでやっぱりこの3段階を見てみると多くの人はこの3段階目に行けないんですよね。行けなくて、さっき言った2段階目の反抗期のところで結局は二項対立とか完全懲悪という図式の中に留め置かれてしまっていて、そして第1段階のね感情面の奴隷状態の時と立場を逆転させて相手に感情面の奴隷状態っていうことを強いる結果になっているということだと思うんですよ。だからそういった意味では1と2っていうのはあんまり大差がないわけですよ。だからこの第1段階と第2段階っていうのは言ったら暴力の被害者から加害者に移行するっていう形ですからね。だから暴力的であることには変わりはないということなので、そこが結構難しいとこなんだけれども、でもこの状態を続けているとやっぱりますます息苦しくなっちゃうんですよね、結局ね。だからね、これで言うと反抗期の人が一番息苦しいかもしれないですね。ちょっと自覚したっていう生地自覚した段階が一番息苦しいと思います。だからその息苦しさがすごいストレスになって自分にかかってきて、ストレスがものすごくかかって、で結果的に病気になっちゃうというね、こういったこともあるあるだと思うんですよね。なのでやっぱりそれだけ暴力的なコミュニケーションから抜け出すのは難しいというね、そういったことでもあるんですけれども、でもしかしながら一方で今回のねこういったね非暴力コミュニケーションの考え方っていうのはそこから抜け出す道筋ね、これをね僕もね今回教えてもらったので、だからぜひ皆さんにはですねこの感情の解放面という段階にね行ってほしいですし、反抗期のところでもやもやしている人ね、こういった方にもぜひですねこちら読んでいただければと思います。でこれはね皆さんだけじゃなくて僕もですよ。僕自身も感情面の奴隷状態とか反抗期というね、こういったフェーズからね抜け出してそれを自覚して、そして感情面を解放する段階ね、
こういった段階に進んでいく一人としてね、日々の生活の中で実践していこうと思います。はい。ということでね、これが補足の4点目になります。ということで次はですね、こちらの本を読んで僕が感じたこと考えたことね、これを全部で5点お話ししていきたいと思います。はい。ということでね、早速いきますけれども、まずは1点目ね。1点目は、否定される社会は人を神経症にするというお話です。で、これはね、僕がやっぱり今の社会でこう暮らしていて感じることなんだけれども、やっぱりこの人の言動に過剰に敏感な神経症的人間だらけになってしまったなっていうね、そういった人がかなり増えたなということを思うんですよ。だからそれは例えて言うとですね、カタツムリの目のようにですね、カタツムリの目っていうのが僕は比喩としてはぴったりだなと思うんですけれども、カタツムリの目ってちょっとちょんって触っただけでもすぐ引っ込むじゃないですか。もう高速でシュッて引っ込みますよね。で、あれと似てるんですよ。つまり少しでも相手とのコミュニケーションの中で、例えば自分が何かをね、言った時に、ノーというふうに否定されちゃう時ね、この否定に通じることを言われた時に、もうすぐに自分の殻に閉じこもっちゃって、もうカタツムリの目がこう引っ込むみたいにね、もうすぐに閉じこもって、で、相手との関係を遮断して立って、そして重い扉で心を閉ざしてしまうっていうね、もうこれをすぐやると思うんですよ。だからね、これ何でも例えいいんだけど、例えばね、最近僕がね、聞いた話で言うと、もう家の中にね、もう外の人を全然入れないと、お客さんも含めて、もう家の中に外の人を全く入れないっていう人ね。でもしくは、そのね、外の人が誰かね、お客さんが来るっていうことにめちゃくちゃ神経質になる人ですね。こういった人はもうこの典型だと思うんですけれども、こういったね、人っていうのはもうね、うちがそうだと思うんだけれども、もうね、そのうちの中の流れが濁っちゃうんですよ。つまり流れが滞るので、もういろんなところに病が生まれていると思うんですね。だから僕はね、そうならないために、もうこれは結構意識的なんだけれども、僕はそれをね、外の風を入れるっていう風な表現をしてるんだけれども、あえて外の人をね、僕はお客さんとして家の中に入れるってことをやるんですよ。もうあえて。そうでもしないとなかなかお客さんが来るっていうことも今のね、家庭事情とかね、今の社会だったらなかなか難しいので、僕はあえて自分の友達を、このね、家に招待するわけね。そういった形にしないと本当にすぐ濁りますからね。で、濁ったことに中にいる人間は気づきませんからね。本当に気づかないんですよ、これって。そうなので僕はね、あえてね、外の風を入れるということをやってるんですけれども、そういった形でね。で、これね、どんな病が生まれるかっていうと、例えば精神的に病んでしまったり、あるいは体の不調とか病気がね、起きていたり、あるいは人間関係のトラブルが頻発していたりっていうね、こういった形でいろんな病が生まれていると思うんですね。でね、こういった状況っていうのはやっぱりストレスが半端ないと思うんですよ。で、僕らっていうのは基本的なストレスが、過度にかかることによって大体病気になりますからね。そうなのでやっぱりこの人間関係もトラブルが頻発するっていうことはそれは病気だからね。人間関係が病気だと体の病気も良くならないんですよね。だからこれ全部つながってるんで、結局はね、私たちは結局はこの流れの中で一体でいるので、だからね、どこかに不調があるっていう人はまた別のね、人間関係とか精神とか、肉体ですよね。いろんなところの不調が連鎖して起こると思うんですよ。なのでここはね、ぜひとも気をつけていただきたいというふうに思うし、あとね、やっぱりそういった形で、家の中に誰も入れないとか、誰かとの関係、全部の人との関係をこう断つと、遮断するということをやると、人とのですね、分かち合いですね。この分かち合いのきっかけ自体が失われてしまうと、断たれてしまうということにもなっちゃうんですよ。だからそこからもういい方向に、非暴力的なコミュニケーションですよね。そういったところにも全然いかないし、あとはこの神経症もそうなんですけれども、精神的な病ですよね。そういったところからの回復もできなくなってしまうし、あとは不調とか病気ね、これも回復することなくどんどん深刻化していくというね。で、そうしてやがて死を迎えてしまうみたいなね、こういったことにもなっていくんでね。そうなのでやっぱりここはぜひとも認識してほしいなというふうに思いますね。認識してちゃんと自分が外に出てく、もしくは外の空気を入れるというね、こういったことをやってほしいと思います。で、僕はね、さらにここで言うとね、なんでこういうことになっているかっていうことを考えたときに、私たちの社会はですね、
こういったことになってるんですね。つまり失敗してはいけないとか、最初から正解を出さないといけないという社会ね。これは言い換えると正解が一つに決まっているという社会ですね。こういった社会になっていたり、あるいは100点を出さないと否定される社会とかね、そうした特徴が強まっている社会だと思うんですね。なのでこういった社会の状況があるので、みんな先のことを読んだり、人の心を読んだりするんですよね。だからそんなハウツー情報で溢れまくっているというのが、僕はね、こういう状況になっている何よりの証拠だと思うんですよ。だからこれよくありますよね。 YouTube のチャンネルでもあると思うんですよ。よくサムネとかでもね、嫌われないために絶対にやる3つのこととかね、あるいはモテるために必要なこと3選とかですね、あるいはですね、〇〇で失敗しないために必ずやるべき3つのこととかね、これは3つじゃなくてもね、5つでもいいんですけれども、5つでもね、1つでも2つでもいいんだけど、そういったものの情報ね、いわゆるハウツー情報ですよね、溢れまくってますよね。でこういったものみんな見ますよね。結構見るんですよ。結構見ちゃうと思うんだけれども、こうしたもので溢れ返っているのが今の社会なんですよ。だからね、今言ったハウツー情報とかはね、最初から間違ってはいけないという教育が生み出した対話の停止、つまりコミュニケーションの停止を促す呪いの言葉だというふうに思うんですよね。だからね、ここで僕が思うのはね、そんなの間違ったって失敗したって、その後のその人とのやり取りの中で修正していったり調整していったりすればいいだけですからね。なんでかっていうと、それを繰り返すことで人は対話、コミュニケーションを学んでいくからですよね。だからね、そんなハウツー情報を覚えたところでこれどうにもならないんですよね、本当はね。なんでかというと、それは実践の中で間違いながら失敗しながら身につけていくものなんだからね、本来はね。だからやっぱりね、このね、否定される社会っていうことで間違っちゃいけない、失敗しちゃいけないっていうことがね、人をかなり神経症的にしてるなということも思うんで、そんなことを気にせずどんどんやっていくことですよね。なんでかっていうと、その後が大事なんだからね。なのでそこをね、皆さん注意してもらって、ちゃんとね、非暴力コミュニケーションを実践していくというね、そういった形で修正調整していくことでね、コミュニケーションを学んでいってほしいと思います。で、それからね、ちょっとここでもう一個お話ししたいのはね、この非暴力コミュニケーション NVC の実践をね、妨げているものね、妨げているものっていうのは何もですね、これは今言ったように相手に否定されるからという恐れだけではないと思うんですね。むしろですね、これね、実は自分の中にあり続けている相手への一方的な評価や決めつけね、一方的な評価や決めつけ、これが頑固な汚れのように頭にこびりついちゃっていてね、頭にこびりついていても取れなくなっちゃって、でそれが実践の妨げになっているように思うんですね。だからこれは特に反抗期の特徴と言えるかもしれないんだけれども、さっき言った反抗期第2段階ね、あそこの特徴と言えるかもしれないんだけれども、それまでに埋め込まれてきた評価し決めつけるっていうマインドね、これが内面化していって消えてないんですよね。第2段階に行ってもまだ消えてないんですよ。だからそこでね、なかなか自分を解放できずに反抗期を長く続けている人っていうのはかなり多いと思うんですよね。そうなので、そういった方には特にやっぱりこっちの非暴力コミュニケーションのね、考え方はかなり逆に言ったら刺さると思うんで、ぜひね、こちら読んでいただければと思います。ということで、これがね、1点目のお話になります。で、次行きましょう。2点目ですね。2点目のお話は、問題はどう関わったかというお話です。で、これはね、どういうことかというと、僕たちはですね、話の中身、コンテンツに対して対立しているから相手とトラブっているというふうに思っていますけれども、でもね、実は問題っていうのはコンテンツ、話の内容の方ではなくて、今話している人同士の関係の仕方の方にあるんですね。こっちなんですよ。なので問題の本質はどこにあるかっていうと、その人が何を言ったかじゃないんですよ。何を言ったかという言葉ではなくて、その言ったことに対して他の人がどう関わったのかっていうことの方なんですね。こっちなんですよ。だからね、これをね、もう少し深掘りして言うとね、言ったこと自体には実は何の問題もないんですね。何の問題もない。というよりも、問題はまだそこにはないんですよ。まだそこだけでは問題はまだないのね、本当はね。で、その後に、それを何か発言した後に、それを聞いた周囲の人、聞いた、あるいはあなたがね、聞いたあなたがどういう関わり方をしたのか、つまり暴力的なコミュニケーションをしたのか、非暴力的なコミュニケーションをしたのかということなんですね。そっちなんですよ、問題の本質っていうのはね。
つまりね、間違った言葉は一つもないということ。ただ自分と相手が違うだけだということね。そして問題はその後の関わり方がどうなのかっていうことなんですね。でね、このことについてはですね、僕自身はもうね、長らく勘違いしていたんですよ。もうずっと勘違いしていたんですね。まあね、そのことに気づかせてくれた一番最初っていうのは、おそらくどのぐらいだろう、もう12年、3年前ぐらいになるんですけれども、2011年の時に出会ったピーター・センゲという人が書かれた学習する組織っていうね、その翻訳本だったんですけれども、その学習する組織システム思考ね、そこで一回このことに気づかされたんですけれども、今回メンタルモデルもそうなんだけど、この非暴力コミュニケーションね、これはね、そこに気づかせてくれたんですよ。長らく勘違いしていたなっていうね、つまりどういうことかというと、特にね、誰かがねこう発言したことで、例えばこの状況でそれ言うとかね、あるいはなんでそんなこと今ここで言うんだよとね、あるいはもうちょっと言うと、もう空気読めよとね、なんでそんなことお前ここで言うんだと、そんなこと言ってくれるなというね、そういった形の反応が出てたんですよ。つまりこれって言った人に対してめちゃくちゃ攻撃的な態度をとっていたっていうことなんですね。めちゃくちゃ攻撃的なんですよ。だからこれってね、何やってるかっていうと、コンテンツ、話の中身にフォーカスして他者を裁いているわけですね。だから僕はそれまでずっと他者を裁くっていうことをやってきたんだなっていうことを今回この本を読んで思ったんですね。だからね、その何かトラブルになるたびに自分をね正当化するために、例えばですね、その人の過去のね、発言ですよ。過去の発言を取り上げて相手を裁いていたわけですよね。そうで、これは暴力的なコミュニケーション以外の何者でもないわけですよね。そうだからやっぱりね、そのことに気づけただけでもね、僕にとってはものすごいインパクトのある本だったんですよね。はい、ということでね、やっぱりこれはね、僕これも思うんですよね。誰かが何か問題を起こした時に相手の過去を引っ張り出して、それでねみんなでねまた叩くというね、もうずっとこれやってるでしょ。だからこれは大きなニュースから小さいことまでね、ミクロな身近な人との人間関係までずっとこのパターンなんですよ。でそのパターン自体が暴力的だということね、そのことに気づかせてくれたということで、これは大きいですよ。めちゃくちゃ大きい。ね、特にあれでしょ、有名人なんかもうちょっと変なことやろうもんなら、もうその人の変なことやらなくても今はそうだと思いますね。もうその人の過去のだっていろんな失敗とか間違いあるじゃないですか。こんなのない人いないからね。ない人いないんですよ。ない人いないから必ずあるわけですよ。必ずあるから、もうそれを掘り下げてくるわけですよね。こんなことをやってる人どう思いますだからそういうことをもうやるような社会なんですね。ということはもうこの暴力的な社会がもうシステム化されているというか、もう自動的に駆動しているような感じになっていると思うんだけれども、そういったことにも気づかせてくれますからね。だからそれだけ僕はこの非暴力コミュニケーションは大事だと思います。はい。ということでね、これが2点目のお話になります。はい。ということで次行きましょう。3点目ですね。3点目のお話は、互いの中にある気持ちをただ分かち合うことというお話です。でね、これはやっぱり僕は今回ね、これは大切なことだなと思ったことは、お互いの中にある気持ちね、この気持ちをただ分かち合うことなんですよね。これなんですよね。で、たったこれだけで今までの嫌な関係、あるいはモヤモヤする関係を卒業して、本当の満たされたつながりを作っていけるんですよね。なのでさっき出てきた強要ね、強要された時はこちらは共感のコミュニケーションを返すことですよね。これなんですよ。でその上で察するんじゃないですよ。これもね、察する文化が日本にはあるんでよくないんだけれども、察してはダメです。察するのではなくて、ちゃんと言葉で伝えることね。そしてちゃんと言葉で相手の、感情とかニーズね、必要としていることを聞き取ることね。でしかも具体的にね、具体的にちゃんと言葉で伝えて、相手からも伝え返してもらうことね。これですね。もうこれに尽きると思いますよ。だからこれはね、例えばね、僕が最近知人との会話をしていて気づいたことなんだけれども、これができてなかったと思うんですよ。つまりその人が不安に思っていることを具体的に聞くことね。具体的に聞く。でそれから私にどんな行動をしてほしいのかっていうことを具体的にこれも聞くことね。具体的に。だからね、このね、やっぱり具体性がなくて抽象的な言葉を使っていると、今回見た4つの実践ね、この非暴力のコミュニケーションの実践ができないわけですよ。できないので、結局お互いの内側に息づいている、
感情とか必要としていることね、これにつながることができずに暴力的なコミュニケーションになっていっちゃうんですよね。もうこれは必然的になっていってトラブっちゃうんですよ。もうずっとこれをやってるわけね。で、ここでね、もう一個お話ししたいのはね、これ特に要注意しなければならないと僕が思ったんで、ここでお話ししたいんだけれども、親のことをやたらと褒める人ね、称賛する人、こういう人は僕はね、かなり要注意だなと思ったんですよ。だからこれ例えばどんな言葉かっていうと、私の両親はとても素晴らしいとかですね、あるいは私のお母さんはとても素晴らしい人だよっていうね、こういったことを言う人は、結構僕はね、注意した方がいいかなと思います。つまりこういった発言のどこが問題かっていうとね、親は肯定形だけで語れるような単純な存在ではないっていうことなんですね。つまり親はね、素晴らしく見えることもあれば、そうでないように見えることもあるわけですよね。僕なんかね、素晴らしいというふうに感じる瞬間の方が珍しいですよ。大体それがね、それが事実かどうかじゃなくて、そういった感覚を持っているってことね。で、そうした形で、素晴らしく見える時もあればそうじゃないこともあるというようなことが何で起こるかというと、そこにはこちらの解釈も絡んでいるからなんですよね。こちらの解釈ね。だからそういった形で何にも親のある種ネガティブな側面を言わないとかね、そういったところにはちょっと問題があるかなっていうことを僕はなんていうかな、コミュニケーションをしてて感じるんですよ。なんか感じ取るものがあるんですね。だから僕はね、それを素晴らしさの呪縛っていうふうに呼びたいんだけれども、そう考えるとね、僕の両親はですね、父親母親はですね、この素晴らしさの呪縛に僕をかけなかっただけ良かったなということは思うんですけれども、一方でね、こういった、肯定的な発言というものはね、肯定的なだけにですね、社会でね、容認されやすいと、逆にポジティブだから、評価されやすいということもあって、そこにある問題を見抜きにくいと思うんですね。なので私たちがここで確認したいことは、肯定的な決めつけとか評価がないかどうかね、こういったところは十分注意した方がいいかなというふうに思います。はい。ということでね、これが3点目のお話になります。はい。ということで次行きましょう。4点目のお話は、ありがとうという言葉の荒さというお話です。で、これはね、皆さんね、ありがとうっていう言葉に違和感を抱いたことってないですか？これ全部じゃなくても、時々ね、このありがとうっていう言葉にちょっとどうもこれは違うんじゃないかみたいな、ちょっとモヤモヤした感じとか違和感ね、こういったものを抱いたことないですか？でね、これ結構僕あるんですよ。で、これは例えばね、突然ね、ありがとうっていうふうに言われて、何のことみたいなことだとか、あるいはね、そのありがとうっていうその相手のありがとうの意味していることがよくわからなかった時とかね、こういったことありません？あるいはね、ありがとうって言葉を言うことが、自分が言うことがなんだかモヤモヤした時ってありませんか？で、このね、ありがとうっていう言葉は状況によっては伝わりづらかったり伝えにくかったりするっていうこともあって、それがね、今回のこちらのね、本で言われていた感謝を表現するっていうね、僕注目ポイントで1個出しましたよね。感謝を表現するっていうところを読んだ時に腑に落ちたんですね。ああ、こういったことかと。なんで違和感を抱いていたのかっていうことが腑に落ちたんですよ。つまりね、非暴力コミュニケーションでは具体的な伝え方が出てきましたよね。で、これはね、やっぱりいいなというふうに思ったんですよ。で、しかもこれはさっきから出てきている遊佐さんね、遊佐美香子さんは、感謝はするものではなく湧くものであるっていうことを言われていて、これは僕のこちらの動画ね、お金とは何かっていうところでこのお話してるんだけれども、これはね、僕すごくいい言葉だと思うんだけど、これとつながってきたんですよ、この考え方と。つまりね、その感謝が自分の中から溢れてくるわけですよね。溢れてきたものを相手に伝える時のその伝え方が今回示されていたと思うんですね。で、それは何なのかというと、ここはね、大事なのでもう一回言いますね。まずはですね、感謝の3つの要素を伝えるってことね。で、これは全て言葉で表現するっていうことなんですよ。で、それは何かっていうと、1つは、自分の幸せに貢献した相手の行動ね。で、2つ目はそのことで生まれた心地よい感情で、3つ目が相手の行動によって満たされた自分のニーズね、必要としていることね。この3つを全て言葉で具体的に伝えましょうっていうことなんですね。だからありがとうっていうふうに言うよりも、むしろね、あなたはこういったことをしてくれたと。で、それに対して私はこういうふうに感じてると。で、私のね、必要としていたこういったことが満たされたよっていうふうに伝えるっていうことですよね。
で、ありがとうという言葉を使うんであれば、その後にありがとうっていうふうに付け加えるってことね。こういうふうな感謝の伝え方が僕はすごく伝わるし、相手はね、なんで感謝されたのかっていうことがもう一発でわかるし、めちゃくちゃ嬉しいと思うんですよね。そうなので、この伝え方はね、僕はやっぱり素晴らしいなというふうに思いましたね。で、これ今言ったのは自分が感謝を伝えるときね。で、逆に感謝されたときね、自分が感謝されたときには相手に今言った3つを伝えてもらうということですよね。だから、自分がね、何をしたのかっていう具体的な行動と、そして相手がどのようにそれによって感じたのかっていうことね。で、それから相手が必要としていたどんなことが満たされたのかっていうことですよね。これを伝えてもらおうってことですね。なのでね、このありがとうっていう言葉はですね、これは状況によるんですけれども、状況によってはその真意が伝わりづらいということはあるし、肯定形のね、決めつけということにもなりかねないので、このね、感謝の表現はですね、これから意識的に使っていきたいなというふうに思いましたね。はい。ということでね、これが4つ目のお話になります。で、次、最後ですね、最後5点目ですね。5点目のお話は、表現をしっくりくる形にカスタマイズしていくというお話です。で、これはね、特にね、今回も、これ、マーシャル・ローゼンバーグというね、外国の方の翻訳本なんですよね。で、これは特に著者が外国人で、外国語を日本語に翻訳した場合に多いとは思うんですけれども、翻訳がね、堅苦しい感じだったり、違和感を持ったりすることがあると思うんですね。で、それはね、何も翻訳者のせいということではなくて、これはね、ちょっと宿命づけられているという翻訳がね、翻訳というスタイルが、宿命づけられているものだとも思うんですよ。なんでかというと、日本語とやっぱり表現とか伝え方とか使い方が、やっぱりどうしてもこう違うというところを、ちょっとね、ある種、つなげるために、ちょっと無理をしているというね、そういった側面もあると思うんで、致し方ないという側面があると思うんだけれども、そういった形で、違和感を持ったりね、堅苦しいなというふうに感じたりすることもあると思うんですよ。なので、私たちがね、実際に、この NVC、非暴力コミュニケーションで人と関わる場合は、例えばね、日本語での表現だったらこうした方がいいだろうとか、あるいは自分ならこう表現した方がスムーズに話せるなとかね、そういった形で自分なりにしっくりくる表現に調整していく、カスタマイズしていくっていうね、これをやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。だからね、今回出てきた非暴力コミュニケーションの表現ね、ありましたよね、いくつもね。で、この表現を一言一句間違えずに覚えて使うっていうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、あくまで意識はその方向に向けているということがポイントであって、その意識でいればですね、その相手とやり取りしている中で自然としっくりくる言葉がね、僕は出ているんじゃないかなというふうに思うんですね。だからこれ分かりやすく言うと、誰かの跳躍の言葉みたいな本ありますよね。例えば哲学者のニーチェの跳躍とかね、跳躍ニーチェの言葉とかね、そういったのはありますけれども、跳躍的な感じですよね。そういった形で自分がしっくりくる言葉に直して、実践で使っていくというね、そういったスタイルで、そんな感じでね、表現を身につけていけばいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、これが5点目のお話になります。はい。ということで今回のお話は以上で終わりなんですけれども、最後にですね、少しね、他のテーマとの関連のお話ですね。これを3つしたいと思います。で、1つはですね、メンタルモデルとの関連ですね。で、これはね、さっきからね、お話出てきている遊佐美香子さんのメンタルモデルということになるんですけれども、もうね、僕らは今回のね、お話でもお分かりのように、大人になる手前で、かなり手前で、もうね、ほとんど従順にされていると思うんですね。かなり従順にされているので、そのこと自体に気づくのに、もう何十年もかかるわけですよね。もう何十年もかかると思うんですよ。で、これは遊佐美香子さんのメンタルモデルの言葉で言うと、適合期ね。適合期の生きづらさをもう抱えながら何十年も生きるということと対応していると思うんですね。で、これはね、おそらくですね、そこからどういうふうに脱していくかというと、おそらく限界に達するんですよ。もう何十年もやってるとどんどん深刻化していくでしょ。そうするとやがて限界が来るんですね。つまりもう心身が持たないと、もう身も心ももう持ちませんというような状態になって、そこで絶望をすると思うんですね。で、その絶望を経て次のステージに行くことができると思うんですよ。なのでね、そういったところで関連して言うとこのメンタルモデルですね。で、僕の過去動画で言うとこちらね、お金とは何かね、ここでもメンタルモデルと通じるお話をね、してますので、ぜひですね、こちらもご覧いただければと思います。
はい。で、2つ目はですね、場を共有するということで、これも一つテーマとして上がるなと思ったのは、僕のね、シリーズ対話コミュニケーションで言うと、これまでね、扱ったテーマで言うと、こちらのアクションラーニング、もしくは、こちらのね、オープンダイアログですね、こういったものが当てはまると思うんですけれども、今感じている自分の素直な気持ちをその場で共有するということね、そういったことではこの2つはですね、中心的なテーマとしてそういったところを大切にしているんでね、できればね、こちらも合わせてご覧いただければと思います。はい。で、それから3つ目ですね。3つ目はシステム思考ということで、今回のね、この非暴力コミュニケーションで、授業のね、確かこれは基礎編ですね。基礎編のところでお話しした中心的な2つの問いってお話をしましたよね。で、話、考え方とね、通じるなと思ったんですけれども、で、それはね、こちらの動画ね、学習する組織っていうね、ここで見たシステム思考ですね。つまり問題は構造が引き起こすんだというね、こういった視点と通じるなということも思ったんで、こちらのね、学習する組織ね、これも合わせてご覧いただければと思います。はい。ということで、この3点ですね、これが関連するテーマということでお話ししましたけれども、今回ね、こちらね、ぜひ皆さんね、こちらの非暴力コミュニケーション NVC の本を読んでもらって、で、そしてね、実践によってね、皆さん実践していくね、実践によって楽しく面白い世界をね、この世界に作り出していってほしいなというふうに思います。はい。ということでね、今回のお話は以上で終わります。じゃあまたね。